ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回はアップデートで変わった揺れ間の表現を全キャラ徹底観察していきます。私の個人調べではあるんですが、よく揺れるようになったキャラから特に変化がないかなというキャラまでいろいろ見ていこうかなと思います。物理演算の奇跡を見ていきましょう。まずはよく揺れるようになったキャラを見ていきます。揺れるようになったというのは、この振幅というのが大きくなったんじゃないかという意味になってます。では行こう。まずはエイメスちゃんね。エイメスちゃんはね、実装してすぐの時はあんまり微妙かなって感じだったんですが、今はもうすごいですよ、これ。エイメスちゃんね、ストーリーは非常に素晴らしかったですけどね。それはそれ、これはこれですからね。しっかり拝ませていただきましょう。いつもありがとうございます。次にモーニエ先生ね。モーニエ先生もこれ非常にすごい揺れ物になっているわけでございますよ。これね。モーニエ先生、これで生徒の前に出るんですかね。いや、これで出るとね、さすがに保護者からもね、いくらなんでも苦情が来ると思いますからね。私がね、この手でね、しっかり修正させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします、先生。で、次にチサなんですけどね、チサはですね、私の目で見る限りではちょっと大きくなってんじゃないかなという感じがしますですね。学校に行くときはね、石器つけてるもんだと思ってましたけれどもね、それを外してきたということなのかな？私の前だからカルテジアですね。カルテジアもこれ非常に揺れが強くなっているわけでございますね。カルテジアはね、海を象徴しておりますからね、もう海の波をね、新たに象徴しようとしているのかもわかりません。非常に力強い揺れを感じるわけでございます。天地を切り開く高波でございます。で、次、ショアキーパーですね。ショアキーパーもですね、結構上下に激しくなってるなという印象を受けたわけでございますね。皆さんこちらいかがでしょうか。ショアキーパーはね、人間ではないというところで、この辺も自由自在にね、操れるのかなと思いますね。これね、ようやくね、私たちの願いの一つが、聞いてくれたのかなというところで非常に感動をしておるわけでございます。で、次、タオキなんですが、タオキもこれすごく振動が激しくなってますね。もともと結構でかかったんですけど、そこからさらにね、物理エンジンが加速しているというところでですね、非常に見栄えが良くなったんじゃないかなという風な印象を持っている次第でございます。で、続きまして、漂白者ちゃんですね。こちらもですね、上下に激しく揺れるようになったんじゃないかなという気がしてまいりますね。と言いますのもですね、やはりこの、上から下へのストンというオチが非常に大きくなったなというところがありますかね。で、次、カンタレラなんですけども、カンタレラも同じですね。やはり上下の振幅がより激しくなったなという印象がございますね。カンタレラもともと結構ね、自然な感じだったんですが、そこからね、さらにね、大きいからもっと揺れるだというところで、激しさを追加したのかなという気がしてます。で、関心なんですけども、関心もですね、揺れがやや強化されたかなという印象がありますね。特にやはり上下の揺れですよね。左右の揺れはそんなに変わってないかなという感じですが、上下の揺れがですね、ビフォーと比べてアフターの方がより大きくなってるなという風なことが見て取れるかなと思います。はい。で、とうとうなんですけれども、とうとうもですね、上下の揺れがね、やや激しくなったなという感じがありますね。特にですね、歩いてる中で、ちょっとストップがあって、ぐっと下に行くという感じで、よりリアルになってんじゃないかなという気がしてきますね。では、ここで感覚だけに頼らないように揺れを一応計算しておきましょう。エイメスのね、胸のあたりにあるこの星マーク、こちらの軌道を追いまして揺れを数値化しております。そうすると、エイメスの揺れはそれぞれビフォーアフターでこのような図示ができました。ビフォーの方はほぼ一直線でじゅんぐりループしてるなという感じなんですが、アフターの方は結構ブレがあります。このブレがね、揺れが大きくなったんだなという認識につながってるんだろうと思われます。こういう細かい調整が今後も来るのかなと思うと期待が持てますね。はい、ここまでは揺れがより激しくなったんじゃないかなという方々でした。次からは揺れがね、ちょっと落ち着いたのかなというような方数名いらっしゃいますので、順番に見ていきましょう。はい、まずは調理先生ですね。調理先生は明らかに揺れが小さくなったかなという印象がありますね。ビフォーの方はですね、やや揺れすぎではないかというような意見もちらほら見かけましたけれどもね、今はね、揺れが落ち着いてより自然な感じになったのかなというところで、これはこれかなという感じかなと思います。次、ルパですね。ルパもしっかり揺れが収まってますね。ルパはですね、鎧着てますからね、そもそもなんで揺れんねんっていう感じも
ありましたから。今、アフターの方でね、確かにこれ自然でこんなもんだよなというような気もしてきますかね。こちら皆さんどうでしょうか。好みかな。次に今子の衣装の方ですね。こちらもですね、やや揺れが収まったかなという印象がありますね。特に上下の振幅、振動数もですね、ちょっと少なめになったかなという印象がありますね。上紐で結んでますからね、ちょっとは揺れ収まるのかなというような感じもしてきますかね。続いてインディンですね。インディンも明らかにこれちっちゃくなりましたね。なんでしょうね。服がね、硬そうですから、揺れをやっぱり抑えた方が、より自然感が出るのかなという判断なのかもわかりませんね。で、ヤンヤンですね。ヤンヤンも揺れがちっちゃくなってますね。ビフォーの方はですね、やや揺れは確かに不自然でしたね。ちょっと揺れすぎかなっていう、変に揺れてるなっていう感じが、布感があんまなかったんですね。アフターの方は確かに自然になりましたからね。これはこれでね、中がどうなってるのかっていうのがね、非常に気になるところかなと。揺れが小さくなったかなという方はこんな感じですかね。続きまして、揺れが小さくなったというより、揺れ方が変わったなというような方何名かいらっしゃいますので、そちら見ていきましょう。はい、まず、リンネちゃんですね。リンネちゃんはね、一見揺れがちょっとちっちゃくなったかなっていう印象はあるんですが、これよくよく見るとね、ビフォーの方はね、右下と左下にポンポンと揺れてる感じだったんですが、今はどちらかというと上下の揺れがより大きくなってるなというところで方向性が変わったなという印象です。次に、ゆうのちゃんですね。ゆうのちゃんも、ちょっと方向性が変わったのかなという感じですね。揺れとしてはね、若干震えてる感が抑えめになったかなという印象はあるんですが、よりね、上下の揺れがね、大きくなってるかなという感じで、左右の揺れがちょっと少なくなったかなという印象です。で、オーガスタですね。オーガスタも、ビフォー結構動いてるように見えるんですが、アフターも結構揺れてましてね。で、こちらもやはり方向性ですね。歩き方的にですね、左右に揺れる方が自然だろうというところで、左右の揺れが、追加されてんのかなというような印象になってるかなという次第でございます。続いて、シャコンヌですね。シャコンヌも、同じで上下の揺れが大きくなったなという印象ですね。ビフォーの方は左右の揺れもちょっと感じるところあったんですが、現在は上下の揺れがより大きく追加されて全体的に自然な感じになったかなという感じです。椿ですね。椿はですね、私、ビフォーの方は少し確かに違和感がありましたね。なんというか、服ごと肌に張り付いて動いてるなという印象があったんですが、今はですね、しっかりとですね、脂肪とかね、いろいろ揺れてる感がですね、増したので、より自然さが加えられたかなという印象です。続いてザンニですね。ザンニはちょっと面白くてですね、ザンニはですね、この上の方がですね、ぐっとへっこむようになってるんですね。こちらがへっこむようになっていて、つまりですね、しっかり上下の揺れっていうのがより大きく再現されてるなというような印象がある次第でございますね。で、こちらザンニーのニット衣装ですけども、こちらも同じですね。ビフォーの方は全体的にゆさゆさ揺れてるという印象がありましたが、現在はですね、上の方を引っ込めることによって、しっかり上下のね、重力を感じれる、感性を感じれるようになっているなという印象がございます。で、こちらザンニーの解放を打った時ですけれども、こちらもですね、やはり上の方がよりぐっとへっこむことによってですね、全体的な重量感といいますかね、自然な感じがより際立つようになって、より見やすくなってるのかなというような感じがしますかね。で、こちらガルブレーナですね。ガルブレーナはですね、これ真ん中がですね、ぐっと引っ込むようになってるんですね。ここでね、しっかり結んでるわけですからね、ここを引っ込ませることによって、よりここのね、圧迫感というのが増したんじゃないかなというような感じが個人的にはしております。では、最後に、あんまり揺れ方変わってないのかなというような方たち紹介していこうかなと思います。もしですね、いや、ここが変わってるよということがありましたら、お気軽にコメントお願いします。はい、まずタンキンなんですけども、タンキンはですね、もともとそんなにね、運動するタイプではございませんというところでですね、アフターでもその傾向がしっかり維持されているなというところになってるかなという感じでございますね。全体的に非常に落ち着いた優雅な感じが残ってるかなという印象があります。続きまして、カルロッタですね。カルロッタもそんなに変わってないかなという感じですかね。若干ですね、歩き方がやや変わったというところもありまして、体全体がね、揺れるようになっているわけでございますけれども、細かい揺れ物自体はですね、そんなに変化ないのかなというような印象を持っている次第でございます。
続きまして、カルロッタの通常衣装ですね。カルロッタの通常衣装も、あんまり変わってないかなというところですね。歩き方がね、やや、ずっしりした感じがありまして、その辺はね、非常に動きがついているんですけれども、揺れ物という観点においては、全体的にそんなに変更点ないのかなという印象です。続きまして、フローバですね。フローバも、そんなに変わらないかなという感じですね。フローバもともとね、揺れ物がですね、そんなになくてですね、全体的にね、いろいろこう体に張り付いている感じが、あったわけですけれども、やはりね、その辺はもうそのままにしておこうというところでね、やはり落ち着いたフローバらしい印象になってるかなという感じでございますかね。はい。続きまして、ボクレーですね。ボクレーも特に大きな変更点ないかなという感じがしますかね。もともとね、そんなに大きく動くタイプではないというところで、それが引き続き維持されてるのかなというような印象があります。続きまして、今子の通常衣装ですね。今子についても、そんなに大きく変わってないかなという感じですが、若干揺れが大きくなったのかなというような風にも見えますが、こんなもんじゃないかなというような印象もあるという次第です。で、続きまして、オリエですね。オリエは私、一切何も変わってないなというような、揺れ物に関してはですね、印象があるんですが、いかがでしょうか。歩き方もそんなに大きく変わってないのかな、上半身を見る限りでは。というところで、全体的にね、維持、キープかなというような印象があります。続きまして、フィービーですね。フィービーも特に変わってないかなという感じがしますかね。歩き方が変わってますからね、少しね。そこで印象が変わってはいるんですが、細かく揺れ物を見る限りでは、そんなに変わってないのかなというところで、こちらも現状維持かなというところでございますかね。続きまして、白紙ですね。白紙もそんなに変更点ないかなという感じがしますね。大きくも小さくもなっていなくて、全体的にはキープかなというような印象があります。白紙さんね、結構なものをお持ちですが、そこは変更点ないという感じです。続きまして、傘下ですね。傘下も変更点ないかなというような印象がございますかね。傘下はもともとね、硬派な感じでですね、しっかり、揺れ物をかなり制限しているというような全体的な印象でしたけれども、それが維持されているなという方のところがあります。で、鹿ですね。鹿も特に変わってないかなと思いますね。揺れ物としてもね、全体的にもともとそんなにないというところで、それが引き続き維持されているなというところですね。さらし巻いてますからね、これで揺れられてもね、それはそれでね、真ん中ら辺困るというところがありますからね、こちらの方が自然感あるかなという感じがします。で、フルールドイスですね。すいません。フルールドイスね、比較する動画がね、しっかりしたものがないんですけれども、フルールドイスもそんなに大きく変わったわけではないんですかね。上下の揺れ感が、追加されて、左右の揺れ感が減少したかなというところで、自然感が追加されたのかなというような印象はありますが、皆さんいかがでしょうか。はい。というわけで、皆さん見てきたわけですが、修正に関して法則性というのは今回特にないのかなという感じですね。強いて言うのであれば、揺れ物の表現をより自然にして、服の素材に一定合わせて揺れ方を変えているのかなというような印象はあります。とはいえ、こちらは、あくまで予想というところで、今後ね、さらにどういうアップデートが来るのかなというところを期待して待っておきたいかなと思います。この動画についてご指摘、ご感想ありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供してます。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。